見事な満月だ。そういえば古代バビロニア人が満月から太陰暦を作ったのは紀元前432年だっけ。大変だ。しっかりしてください。足が動かない。トラビス、右足に力を入れて。慌てなくていいからゆっくりと。ダメだ。右腕と右足が麻痺してます。そりゃ大変だ。ちゃんとした病院で調べてもらいましょうよ。いいんですか。公になったらあなたの職場で面倒なことになりませんか。いやしかし彼の友人の医師として最善を尽くします。この私に任せてください、ベリントンさん。お願いします。お願いします、ギャラード先生。トラビスさん、本当にすまないことをしました。いや、できるだけのことはさせてもらいます。何でも申し付けてください。トラビス、少し眠った方がいい。ああ、そうですね。ではまた明日改めて伺います。さてトラビス、足の筋力を元に戻すか。このフィゾスチグミンでな。前回おめでとう。まったくあんたは超一流のフェイカーだ。骨折するもしないも自分で決められるんだからな。今度のカモには骨折の必要はないと見たんだな。まあな。確かにあの男、お人よしもいいところだ。あれならたっぷり絞り取れそうだ。そう焦るな。記録を残さないために事故を公にせず慎重に運ぶのが俺たちのやり方だ。下手な当たり屋は保険を使わせるから足がつく。そいつらは二流、いや三流だ。相手は名門ランベス大学の学長候補だ。なんたって世間体が大切な時だ。そう、無ないような人間ほど世間体を気にする。だから俺たちの仕事が成り立つんだ。そうしてニュートンは1665年ペストの大流行で休校中のケンブリッジから田舎へ帰り、そこで重力の法則を発見した。ニュートン力学はペストの産物とも言えるのであります。今日はこれまで。ベニントン教授。なんだね。ペストは統計学を生み出したとも言われていますが。当時ロンドンではあまりに多いペストの死者の数を記録して。聞きましたよ教授。レニアード文庫を買ったそうじゃないですか。世界の鉄の歴史を網羅した180冊。素晴らしいですね。だがあれを買ったのが失敗の始まりだったかもしれない。君がここを辞めてもう4年になるね。ええ、先生の講義は相変わらず盛況ですね。しかし私も講義をしているだけではすまなくなりそうなんだよ。では学長選挙に出られるのですか？学長が今度引退されるのでね。私も柄じゃないと思うんだが、どうしてもという人たちがいてね。対立候補は誰なんです？経済学部長のウィリアム・ステファン教授だよ。ステファン教授と争うんですか？ほら、噂をすればなんとやらだ。
いやあ、ベニントン教授。おや、お連れさんは？お久しぶりです、ステファン教授。おお、これは久しぶり。キートン君だったね。君、当校では何か臨時講師を募集中だったかね？いいえ。キートン君は職探しに来たわけじゃない。私に会いに来てくれたんだよ。なるほど。キートン君、何か困ったことがあったら私に言いたまえ。では失礼。相手が学長の娘婿となると相当手強いですね。いや、学長は立派な教育者だ。娘婿だからといって肩入れする人じゃない。そうでしたね。今の学長のおかげでこの大学の真摯な校風も守られてきたんですものね。そうだから私は柄にもなく学長選挙に出ることにしたんだよ。私はこの大学が好きだ。ここの校風もこのキャンパスも、そして学生たちも。しかしステファン教授は学長になったらキャンパスを郊外へ移してここを売却するつもりなんだ。跡地を買う予定の不動産会社から資金が出て、彼はそれを教授たちにばらまいている。それを知った若手の教授数人が私を対抗馬に担ぎ上げたんだよ。なんとも頼りない対抗馬だがね。学長はそのことを知らないんですか？学長に告発すれば一発であなたが当選ですよ。証拠をつかむのは難しい。それに私をした教授たちに言ったんだ。正々堂々と戦うのが条件なら私は立候補してもいいとね。ところが私は選挙どころではない。人に怪我をさせてしまってね。本当は私がお世話をしなくてはならないのですが、どうしても手が離せない仕事を抱えておりますので、このキートン君が代わりに看護を買って出てくれたんです。よろしくお願いします。はあ、怪我の様子はどうなんですか？先日レントゲンを取ったのですが、この部分の首の骨がずれて神経を圧迫しているので、脳からの指令がうまく伝わらないのです。そうですね、全治3ヶ月、いやそれ以上かかる可能性も。いや、困りました。どうなさいました、トラビスさん？私は個人で中古車の輸入をやってるんですが、この事故のためにある取引ができなかった。その利益で溜まっていた債務を全て返済する予定だったんですが。そうですか。ぜひ私に立て替えさせてください。で、いくらほど？今月中に5万ポンド必要です。5万ポンド？はあ。それは一度に支払わなければならないんでしょうか？冗談じゃない。奴は5万ポンドも払えないだと？軽く10万ポンドは出すって言ったのは誰だ？まあ待て、ウェブ、お前どんな調査をしたんだ？ああ、奴の資産に関する俺の情報に間違いはなかった。ただし3日前まではな。3日前？3日前、奴は何を土地狂ったか家を抵当に入れて50万ポンドもする本を買っちまった。50万ポンド？なんでも相当貴重な文庫なんだとよ。こいつはダメだ。落としをかけて早いとこ絞り取った方がいいぞ。それは三流のやり方だ。一度に追い詰めて警察にでも駆け込まれたら元も子もない。それにそれほど高価な文庫は個人で持ちきれるものじゃない。学長に当選した後、大学の予算で買い上げさせるつもりだろう。このビジネス、学長選挙の結果以下だな。ウェブ、選挙の情報をしっかり取るんだ。ああ。ベニントン教授、先日のどうかしましたか、教授？このキャンパスとも本当にさよならしなくてはならないかもしれん。当初私を支持してくれていた教授たちがステファン教授に就いたそうだ。もうダメかもしれないな。これで教授の7割がこちらのものです。あなたの当選はいよいよ確実です、ステファン教授。しかし万一ということもある。何かベニントンにマイナス材料でもあればとどめを刺せるんだが。
ああ、キートンさん、どうも。どうですか、具合の方は。いや、まだなかなか。焦らない方がいいですよ。いつもすみません。いえ、世話になった恩師のお手伝いですから。そういえば、ベニントン教授、学長選に当選できそうですか？はあ、教育者としては立派なんですが、学長ともなると。そうですか。教育者として一流であるだけでは学長選挙には勝てませんか？ああ、私がやりましょいや、リハビリのためもある君の分も入れましょう。どうぞ。う。すいません。うわっ。すいません。大丈夫ですか？いや。事故を公表しませんか？一体何の話やらさっぱり。ベリントン教授の家政婦から聞いたよ。あんた跳ねられたそうじゃないか。私はただ階段で転んだだけですよ。そこにいるギャラード先生がよく知っていますよ。その通りです。欲のない人たちだね。気が変わったらいつでも行ってきたまえ。あれが俺たちのカモの対立候補だよ。立派なもんだろ。大学教授にしとくのはもったいないぜ。ああ、大企業の社長の器だ。世の中金で動くってことをよく知ってる。今もポンと大金差し出してざっと4000ポンドあったな。もったいない。少しは長い目で見ろ。公表すれば足がつく一流のやることじゃない。しかしな。どれ、久しぶりにあのベニントン教授に会ってみるか。何やってんだありゃ。学生に呼び止められて道端で講義が始まっちまった。のんきな教授様だぜ。オイラーが発見したこの微分方程式はここがね、こうなって。教授、ベニントン教授、すいません。いやいや、大したことないよ。やれやれ、昨べの教授とは大違いだ。とても学長の器じゃないな。しかし奴には何としても学長になってもらわねばならん。そこでだ、ウェッブ、お前に手紙を書いてもらいたい。手紙？一体誰に？学長宛てにだよ。入りたまえ。何の御用ですか、お父さん。ウィリアム、いやステファン教授、君に収賄と買収行為の疑いがかけられているんだがね。一体何の話ですか？あるところから告発文が来てね。この手紙だ。こんなのはでっち上げですよ。お父さん、まさか私よりこんな投書を信じると言うんですか？ステファン教授、私も君を信じたいがね、君にはいろいろと噂が多すぎる。本当ですか、教授？ああ、明日の教授会で学長が私を押すと言うんだ。よかったじゃないですか。学長がつけば100人力だ。そうなんだが、実は誰かが学長にステファン教授のことを手紙で密告したらしいんだ。私は正々堂々と戦いたかったのに。手紙？なるほど。何か心当たりでも？ああ、いえ。はい、ベリントン。
やれやれ。これでベニントンの学長当選は確実だな。あまり一流のやり方とは言えんがな。時にはこういうのも仕方ないさ。大変だ。学長が倒れた。なんだと？持病の心臓発作で意識不明らしい。そう、この大事な時に。どうするトラビス？偶然にしては都合が良すぎる。あのステファンという男、とんだ食わせ者だな。現在お医者様より絶対安静を言いつけられております。大変申し訳ありませんが、今夜のところはどうぞお引き取り願います。学長は学長は大丈夫なんですか？まだ意識不明の状態で。倒れられたのは持病の心臓発作だと聞いてますが。はい、いつもの薬を服用したようですが、ここに倒れていらっしゃいまして。ここに？あ？この匂い、発作用のニトロのものではありませんね。なんだって？ステファン貴様、薬をすり替えたな。なんだね急に。とぼけるな。この薬は。そのカプセルと私と何の関係があるのかね。貴様まだ。いけません教授。教授。私がやったという証拠でもあるのか。まったくこれが良識の府大学教授のすることかね。学長は当分動けまい。これで私の学長就任は間違いなしだ。うわっ！くそ、なんてことだ、この大事な時に。今度は本当に骨折のようですね。これからは仕事がやりにくくなるでしょう。あんなに派手に公にしちゃ。あんたいつから分かってたんだ？先日麻痺した右手に熱いお茶をこぼしましたね。あの時あなたは熱に反応すべきだったんです。意志で動かせなくても付随菌による反射は残るはずです。知っててなぜ泳がせた？警察に訴えるつもりか？いえいえ、あなた方のおかげですからね。ベニントン教授、学長に選ばれましたよ。当然だ。一流のやり方を曲げてまで勝負に出たんだ。目撃者の前で骨折までしてやってな。あの貧乏教授を学長にしてやって当分仕事をしないで済むくらい巻き上げてやろうと思ったんだが、まあいい。あの対抗馬のやり手の教授からとことん絞り取ってやる。この先10年でも20年でも骨の髄までな。であるからニュートンの力学は正しい説ということが立証されたわけです。わかりましたね。はい、ありがとうございました学長。
さよなら学長。はい、さよなら。疲れ切っても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君、音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない。時が過ぎる限り僕らは強くなれる。期待、それは親として人が我が子に抱く当然の思いだが、大きすぎる期待は時に子供を悩ませ追い詰めてゆく。決して口にされることのない思い、その静かなる圧迫に疲れ果てた少年。彼はその朝死を決意していた。次回、空へ。